前回ですね、カヤックの練習をねしたんですよね。でもうちょっと練習してからいろいろ行こうかなって話をしたんですけど、ちょっと今日はねいきなり本番です。私もビビってるんですけど、まあね、本来海だとねシーカヤックとか使うんでしょうけどね、あとね手持ちのカヤックは、リバーカヤックですかね。最近のねよくある小回りの利くね、ちっちゃなリバーカヤックではないんですけど、ジャンルとしてはリバーカヤックに入ると思うんですよね。なので、ちょっとね危険といえば危険です。ただ今日はね波も穏やかですのでね、それほど危険はないのかなとは思いますので、ちょっとねチャレンジだけしてみようかと思います。でここは何かというと周防大島というね、家から1時間半ぐらいですかね走ったところです。で周防大島もね結構でかいんですけど、もう本当にねすごく奥の方ですね。向こうに見える橋が沖家室大橋という橋なんですけど、その向こうに沖家室というね島があります。その少しね、手前になりますけども、ここに何があるのかというとですね、橋の真ん中あたりにですね、地の手前のところに岩礁みたいなのがあると思うんですけど、あの辺りにですね日本で、唯一ですね、日本アワサンゴという、サンゴですね、それの群生地があるということなんですね。で最近は、これをね、売りにしてるようなんですけど、これをね、見に行こうかなと。でなんで今日なのかというと、今日はですね大潮です。大潮のね干潮がもうすぐですね、あと1時間ぐらいで、干潮になるんですけど、で一番ね水面が低い時に行くと見えるかもしれないということですね。はい。あそこですんでね、どうでしょうね、300メートル400メートルぐらいかな。行けるといえば行けるのかなというところです。はい。ちょっとねやってみて危ないようだったらね、やめますけども、ちょっとやってみましょうか。それでは行ってみましょう。はい、だいぶ近づいてきました。多分この岩礁が、群生地だと思うんですけどね。はい、周りは結構ね深いですね。一応3メートル伸びる、緑棒をね持ってきたんですけど、それでね取れればいいんですけどね、ちょっとわからないですね。
まあ思ったよりも波は穏やかなので、まあ、波の影響はほとんどなかったですけどね、やっぱり方向がね、思うようにいかないですね、勝手に反転しちゃったりとかします。ただまあちょっとね、パドルワークで、その辺を若干ですけども、まあ制御できるようになりつつあるかなというところです。はい、この辺ですね、ちょっとね、波が変わってきましたね、多分浅いんじゃないでしょうか。はい、座礁しないように気をつけなきゃいけないですね。水深もね、2メートルぐらいですかね。だいぶ浅くなってきました。はい。なんかね、下に書いてますね。これなのかな？ちょっとわからないですけどね。はい、ここでね、カメラを水中に入れてみたいと思います。撮影できたかどうか、ちょっと心配ですけど、まあね、しょうがないですね。一応できるだけのことはやったと思います。これ、回転はあれですね、風、ね、前回風かもしれないって言いましたけど、風じゃないですね、これね。多分、星のね、星の持ってき方かもしれないですね。パドルワークもあるんですよね。この貝の、パドルワークもあるんでしょうけど、重心ですね。重心と、あと腰をね、多分知らず知らずのうちに腰が
回ってるんだと思うんですよね。なので勝手にぐるぐる回る感じになってんじゃないかなと思います。多分ちょうど今がね、干潮だと思うんですね。はい、今日がね、多分9月中では一番いい日ですね。一番潮が引いていて、アワサンゴ観察するには多分一番いい日じゃないかと思います。なのでね、急遽やったんですけどね、そうじゃなければもうちょっと練習してから当然来るつもりだったんですけどね。でも天気良くて、波も穏やかだしよかったし、2日ぐらい前ですかね、台風がね、こっちに来るって言って、台風がね、来たら波とか荒れるんじゃないかなとかね、あと海も濁るんじゃないかとか思ってたんですけど、ギリギリそれた感じですか。雨もね、ちょっとだけ降っただけで、ちょっと静岡の方は結構大変なことになってるとかね、言ってましたけど、最初は直撃して台風の目が通るかもって話はね、してたんですけどね。で、これやってみて思ったのはね、そうですね、やっぱ海はね、波があると、ちょっと不安定になりますね。これでもね、波がほとんどないように見えますけどもね、やっぱり緩やかな波がね、ふわーっと来てるんですね。これやっぱりね、やっぱり影響ありますね。ぐるっと回っちゃうんですよね。するつもりなんだけどな。難しいですね。シーカヤックだったらどうなんでしょうね。ちょっとわかんないですけどね。シーカヤックは直進性がいいはずなので。結構回り出したらね、止める方法分かったんですけど、貝を入れてね、止めればいいんですけどね。それやるとバランスがね、ちょっとね、悪くなるんですよね。もうちょっと練習しないと、止めようと思ってね、入れたら、こう、ひっくり返っちゃったみたいなことがあると思うんですよね。左に回ることが多いのかな。いつも勝つも左に回るってわけじゃないんです。左が多いですかね。やっぱり右手が強いからかな。ちょっとこの辺がわからないんですけどね。